皆さん、明けましておめでとうございます。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアと異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。はい、お願いしま今回す。は新春特別番組第2弾といはい、うことにしたいんですが、はい、昨年2025年に、はい、日本で出版されたスポーツ関係の本3はい、冊を選びまして、それはい、の、なんて言いますか、皆さんにもっと読んでほしいと、こういう本を、というつもうん、りで、の番組を作りたいと思います。はい、え3冊の本を選ぶっていうのは、今までね、共同通信とか、それかうん、ら日経とかの書評とかで、私も何回か書いたことがあったんですが、去年は残念ながらそれの依頼がなかったので、この、玉木のスポーツジャーナリズムで、取り上げたいと思っています。また、はい、この本を取り上げるっていうのは、特にスポーツの本は、なんて言いますか、選手とかプレイヤーの、こんなこと、こんなすごいことをやりましたという本が多いんですけれども、うん、もっと面白い本質的な本っていうものはい。があるんで、こっちの方にも目を向けてほしいなというふうん。うに思って、3冊のスポーツの本を選んでみました。はい。まず、1冊目はですね、はい。鬼丸正明さんというはい。一橋大学の講師の方。この方は残念ながら、癌で、亡くなられたんですが、おまけに、咽頭癌で、声が出なくなってその声が出ない声を機械で、増幅して、喋るというような形での講義をまとめられたものを、一橋大学の名誉教授の坂上康弘さんがまとめられた本です。はい。映像文化論の教科書、請求者、青い海の社という、これですね、今出ている映像文化論の教科書、はい。運動としての映画、映像としてのスポーツ、これ本当に面白い本で、うん。映画の好きな方も、うそれかん。ら、スポーツの好きな方も、どちらにも、推薦したいう本ですね。ん。そもそもその映画っていうのはどうして始まったかっていうと、最初、要するにびっくりハウスのようなもんだったということうん。を、から始まってるんですね、はい。これは。で、びっくりハウスのようなもんだったってどういうことかっていうと、映像の中に動く映像が初めて出てきたわうけですん。ね。それをみんなが見に行くときには、びっくりハウスと同じように、まず、電車がですね、真正面にバーッと動いてくるというようなうん。映像が流れたら、みんなそれが危ないから避けたらしいですね。うん。要するにその映像に対する、動く映像に対する驚きですね。それが映画の始まりだったということから始まって、それに非常に親和性のある、要するに結びつきやすいものとしてのスポーツっていうものがうん。どのようにしてあるか。そして映像としてどのように作られているのかっていうことが、細かく分析されていて、作られている素晴らしい本なんですね。うん。例えば野球で、野球のテレビ映像でもいいですけれども、を見ると、例えばバッターの顔がアップになる。それからピッチャーの顔がアップになる。それからベンチの監督の顔がアップになると。でそこで、ピッチャーのモーションが始まって、第一球が投げられるという時に、もうすでにそこにはドラマが作られてるわけですね。うで、ん。そこにランナーがいたりすると、またそこに、カメラがいろいろな、ズームアップしていったりして、なんて言いますか、心を捉えるようなズームアップ、それから全体を捉えるような引きの映像と、はい。そういうものを駆使してドラマが作られていくという、
この映像とスポーツの関係もよくわかりますし、これは本当に面白い、素晴らしいうん。本で、実はこれ私今、手に持って紹介したいんですけども、私実は自分で面白いなと思う本があった時に、誰かが訪ねてくるとすぐにこれ読めって渡してしまうもんで、すいません、今手元にはないんですが、映像ではこう映ると思いますんで、鬼丸正明さんの映像文化論の教科書。はい。これ、実際一橋大学で授業でやったらしいんですよね。で、うん。こうで授業のように、こう、一回一回、こう、テーマを決めて、うん。語られていくんですが、こんな授業があったら私も大学途中で辞めることはなかったと思うくらい、素晴らしい本でした。うん。これをまず、ナンバーワンと言ったらいけないかな。3冊の中の1石一冊、つ。ははい、い。一つとして、推薦したいと思います。はい。そして、2冊目はですね、今はもう手元にあります。山際康之さんの戦争に抵抗した野球ファンという、本ですね。これは副題として、知られざる15の職業野球というふうに書かれています。うん。これは私、日本経済新聞の書評でも書きましたんで、私の今、ホームページの中で、読むこともできますんで、うん。読んでほしいんですが、実はこの本が出たとき、このタイトルを見たとき、戦争に抵抗した野球ファン。これは私非常に引っかかったんですね、これには。うん。なんだそれはと。戦争中に野球見てた人がいたのかと私が思ったのはなぜかというと、私の父親っていうのが、三度の王将で中国戦線の、まあ、最前線にいて、陸うん。軍軍曹になった男なんですけれども、彼が、まあ、3回怪我をしましてね、まあ、はい。銃で撃たれたってから手榴弾で爆発が目の前であったりしてて、うん。それで命をかけて戦っている時に、何が野球だという気がちょっとしたんですね。ところがこれ読んでるとね、非常に面白くっていろんな人が出てくるんですね。野球を見に行った人が。うん。それで、要するに、社会全体が戦争に組んで、押しつぶされそうになっているときに、なんとか、一つのきっかけ、それから逃れようとする、そこに野球があったっていうのが、うん。なかなかこれは読みでのある、素晴らしい本でした。うん。ただ、あの、当時の軍部も面白いんですね。普通野球っていうのは、先行と後攻があって、要するにはい。後攻裏のチームですね。裏の攻撃のうん。チームが勝っている場合は9回裏やりませんよね。はい。はい。ところが戦時中は軍がやれと言ったんですね、9回裏も。なぜかというと、ほ敵は徹底的に殲滅しなければいけないというう。理由だったおそうですね。これは、ー。本当おー。笑うんですけれども、軍の考えというのがそういうものにまで出おてきたと。ー。そんな中で生まれた記録が、延長28回という世う界記録ですん。ね。うん。要するにこれを延長28回やった、日っていうのは、3試合1日にやってたんですね。要するに、相手をうん。変えて3つのチームああ、はい。が2つずつあったで、変則トリプルヘッダーというやりう方で、ん。それで3試合目が延長28回で、軍の命令で引き分けが許さないわけですね。ですかうら最後、ん。勝負つくまでやらなきゃいけない時に、もうヘロヘロになって最後までやっうたっていうことん。が書かれているのを読むだけで、戦争中のスポーツが一体どういうものだったかってういうのが非常ん。によくわかる。おまけにその時には、後楽園球場の、2階席は全部降車法陣地になっていて、で、そうん。こに B25 が、P29。超はい。低空でやってきて、東京の小石川の辺に爆撃したといううようなん。話も入ってますし、うん。当時のロシアからの亡命したピッチャーである、スタルヒンでスすね。タルヒン。はい。彼にどれだけ特攻ですね、特別警察はい。がついて、戦うん。争との関わり、要するにスパイ活動うん。の、警備をしていたか。
といううん。ようなことまで書いてあります。これはもう非常に、戦後80年の今年、これは、絶対うん。に、まあ、皆さんに読んでほしいなと思う本うん。ですね。それからもう一つ、3冊目は、これは、我が、玉木のスポーツジャーナリズムにもゲストで出てきていただいたことあります。木村幸彦さんの労組ですね。労働組合の日本プロ野球選手会を作ったはい。男たちっていう。これ、この帯にですね、この組織なくして大谷選手の活躍もなかったって書いてありますけれども、これはうん。何もこれオーバーなジャック宣伝文句ではうん。なくって、本当にそうなんですね。要するにうん。労働組合が自分たちの権利を一つずつ勝ち取ってきて、そうん。の FA 制度とか、はい。から大リーグとの関係とかも勝ち取ったというような結果としての大谷選手っていうのがいるんですね。これ今うん。表紙の中で、写真が出ている二人、メガネをかけている人が中畑選手、元巨人の中うん。畑さん、塁手ですね。一塁も守ってましたけれども、この中畑さんが初代の労組委員長ですね。隣にいるのは当時近鉄のキャッチャーでした梨田さんですね。うん。若いですね、二人とも。若いですね。めちゃめ若ちゃいですね。若いですよ。この人たちが、要するにこの労組を作るにあたって、完全に秘密で動いたんですね。ほんで、うん。労働組合っていうのは、こう参加する人の自由意志でもって作らなきゃいけないので、はい。その、キャンプの最中にから始めて、ずーっと選手たちに、こう、まあ、言ってみればオルグですね。こういうん。う会を作るからみんな参加してくれっていうのを、それも秘密で動いたんですね。うん。なぜ秘密で動いたかっていうと、それがバレると潰されるからなんですね。うん。で、まあ、その潰す方の球団もね、もうそれこそジャーナリズムを職業にしているはずの読売新聞とか、あるいは中日新聞とかが親会社の球団もあるくせに、それがうん。労働組合を潰そうとしたというようなことも、これに書いてあるとかで、これうん。本当に情けないと思うんですけれどもね。まあ私がこの玉木のスポーツジャーナリズムで、まあ一番やりたいなと思っているところはそこでもあるんですけどもね。うん。とりあえず、このローソンの本は、もうあらゆるプロ野球ファンだけではなくて、スポーツファンに読んでほしいですね。うん。この本が出た後に、ローソンの、会がありまして、私もパーティーに、出席させていただきました。その時に、久しぶりに古田さんに会いまして、ああ、はい。古田さんが、挨拶に行く前にこっちに走ってきて握手してくれたのは嬉しかったあですけれども、あ。なぜ走ってきて握手したのかっていう握手、古田さんがしてくれたのかっていうと、この労組がですね、ストライキをやったとき、うん。私もかなり一緒になって、ストライキ支援の支持の集会に何度も出て、うん。その中で、我々の敵は鍋つねですという話を、こう、思い切り大きな声でやったら、それが、当時のプロ野球ニュースにアップで映りまして、うん。もう、それが映ったおかげで、そこからなんか右翼を名乗る人から電話かかってきて、お前そんなことしていると仕事がなくなるぞとかですね、こういろいろなことも言われたっていうような、おかしなこともあったんですけれどもうね。ん。でも、かなり要するにね、本当その辺ね、面白いんです。面白いというかね、まあ、我々の仲間の中にも、味方のような顔をしていて、味方でなかったような人がいたっていうのは後から気づいたあとあ。いうようなこともありますね。その味方のような顔をしていろいろ喋っている中でね、まあ一つここで暴露しましょう。はい。ストライキの時に、鍋つね、要するに渡辺恒夫さんですね。はい。読売新聞社の、まあ一番偉い人主ですね。筆だったです秀ね。逸ですね。はい。その人の顔にパイを投げつけようと言い出した人がいたんですね。面白かったんですね。う思いっきりん。パイを投げつけて、要するにアピールして、今こうん。んなにストライキのことでみんなが動いてるんだっていうことをアピールするのはいいなと思ったんですけうん。れども、
結局辞めたんですね。なぜ辞うん。めたかというと、かなりの高齢だったと。高はい。齢だったので、ひょっとしてそこであ息を詰まらせて、何か事故になったらこれ大変だかと思ってみんなで笑って終わったんですけども、言い出したその人の言うことを聞いて、もしもそれをやっていたとしたら、ひょっうん。としてマイナスに動いたなという、うん。この要するにストライキの、選手たちのストライキの動きがね、はい。マイナスに評価されたかもしれないなと、後になって思うと、それを言い出したあいつは、うん。絶対敵側の人間であったんではないかなと、今になって思っあております。あ。というような動きもいろいろありました。というようなことも、個人的なこともあるんですが、はい。本当にこれはよく、その労組ができる時の苦労う話、ん。すごくまとまっているっていうのが面白いところです。ただ、うん。その球団の中にも、労働組合作るのはいいことだというので、球団の中からも支援する人がいたんですね。うん。西武ライオンズの代表だった、酒井さんなんかもはい。そうだし、読売ジャイアンツでも、元読売新聞の社会部長の長谷川実夫さんなんていう人が、まあ、あまり表立たないけれども、裏では支援していたとういうようん。な、話も書かれています。この、今紹介した本3冊、これは、玉木のスポーツジャーナリズムを見ていてくださっている皆さんの中には、絶対に読めばプラスになりますから、うん。別に本の宣伝というのは難しいんですよね。本の商売を支えているのかって確かにそうだけれども、うん。やっぱり、なんて言いますか、多数派っていうのが、どうもそのスポーツに対しては、ワイ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 と騒ぐばっかりで、そのうん。騒ぐことではなくて、スポーツの本質というもうん。のを知ってほしいと思うので、資本主義の原理にのっとって、宣伝をします。はい。皆さん、今日紹介した3冊の本、どうぞ買って読んでください。はい。よろしくということにしましょう。はい。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムも楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。